大豆の栽培に挑戦しました。大豆になる前は枝豆です。すべてのね、作物の収穫が終わりました。皆さんこんにちは、さおりです。今回は大豆の収穫をします。というのも今年初めて大豆の栽培に挑戦しました。ここ以前までは牧草畑で牛の餌として使っていました。なんですけど、数年前にね、酪農をやめてしまったので、もう牧草もやめて、今年からはこの土地も他の作物に使っていこうということで、今回大豆を植えてみました。最初ということで、面積はまず 0.7 ヘクタールです。少しずつ様子を見ながら面積を広げていけたらいいなと思っています。ちなみに大豆は、大豆になる前は枝豆です。なので緑色の枝豆の形をしています。なんだけどもうね、しっかりと乾燥しているので、ほら、はい、大豆が出来上がってます。今回使用する機械はこちら、汎用コンバインです。以前小豆の収穫の際にも使用しました。結構ね、コンパクトなので割と操作性が良くて私は気に入ってます。ということで、この機械に乗って収穫を行っていきます。8月からかぼちゃの収穫が始まりましたが、やっとこの大豆の収穫で全ての作物の収穫が終わります。まだ少しバタバタしているんですけど、収穫が始まってからは本当に忙しくて、朝から晩まで基本的に夜の7時くらいまでは作業を行っていました。そんな日が続くとお昼もまともに取れないことがあったり、晩ご飯の準備まで手が回らなかったりします。働いた後でお腹はペコペコなのに、つい外食に行ったり、コンビニで済ませたり、どうしても偏った食生活になってしまうことが多いんです。そうなると農作業での体力面や金銭面でも負担が大きくて、毎年この時期は本当に悩みの一つでした。そこで今回はそんな生活を少し変えてくれるかもしれないものが届く予定なので、楽しみに待ちたいと思います。一旦ね、お昼休憩をしたいと思います。私の家が農場からだいたいね、車で5分くらいのところにあるんですけど、わざわざお昼のために家に帰るのがめんどくさいので、最近はね、この休憩室で休憩をするようにしています。ということで、今回私が楽しみにしていたのがこちら、じゃん、三つ星ファームさんの冷凍宅配弁当です。この中に冷凍保存できるお弁当が14食入っています。三つ星ファームさん、この立派なね、名前だけあって、ミシュランシェフ監修ということで、かなり味が美味しいらしい。しかもね、メニューもめちゃくちゃ豊富で100種類以上あるし、限定なのかな、つまみメニューとか私が見た時はあったりして、結構ね、メニューをね、選ぶのも楽しかったです。で、今回は三つ星ファームさんとのコラボセットをね、販売することになりました。その詳細については最後にお知らせしようと思います。この中にね、びっしり入ってるんですけど、こんな感じ。これはね、ネギ塩旨だれチキン竜田揚げ。全部種類が違くって、これは濃厚トマトソースとチーズの贅沢ハンバーグ、たっぷりタルタル国産鶏肉のチキン南蛮。うわー、どれも美味しそう。ずっとね、この冷凍のお弁当気になってたんですよね。何にしようかな。この時期のお昼ご飯って結構悩むんですよね。お手伝いの人が来てる時はみんなでコンビニに行くことも多いんですけど、人も多いし買って戻ってくるだけでも意外と時間がかかってしまいます。逆にお手伝いの人がいない時はあんまりお昼に時間を取れないのでカップラーメンで済ませたり、最悪食べないで作業を続けることもあります。それくらいこの時期は時間との勝負というか、
基本2人で動いているので、できるだけ効率よくやらないと、ちょっと油断しただけで1日がすぐ終わってしまうんです。柚子風味ジューシー豚しゃぶ、これにします。よし、じゃあこれを温めます。レンジ加熱目安 500W 約4分20秒、600W 約3分40秒。ちょっと開けて温めればいいのかな。その間に他のお弁当を冷凍保存しておきます。まず1食目、柚子風味ジューシー豚しゃぶ。なんかもういい匂いがさ漂ってる。開けるの下手すぎだろ。じゃーん、こんな感じです。あ、めっちゃいい匂い。いただきます。うわ、美味しそう。これめっちゃ美味しそうじゃない。いただきます。うん。うんふんふん。うんふんふん。うんふんふんふん。うんふん。うん。まあなんか冷凍食品って、まあ、ちょっと妥協みたいな。まあ、これでいっかみたいなイメージなんだけど、これはね、本当に美味しい。妥協とかじゃなくて、普通に美味しい。全然自分で作ったご飯より豪華。何にしようかな。なんか今とまた違う系が食べたい。500W 5分、600W 4分半。おー。またこの前菜というか、ここもちゃんと違うわけですね。いただきます。すごく美味しかったので、つい気になって2個目を食べちゃっているんですが、これ栄養バランスがしっかりとれていて、しかも低糖質で350カロリー以下なんです。だからバランスよく健康的に食べられるのがいいなと思います。ちゃんとエビだ。お家でこれだけ作るとなると大変ですけど、5分でできるし、3つのおかずが毎回違うので飽きずに楽しめるのも魅力です。さらにコンビニに行く必要がないので、お昼の時間にゆとりができました。ということで、あっという間に食べ終わっちゃいました。もうね、でもね、2食も食べたんで、結構お腹いっぱい。しっかりお昼を食べれたので、戻ります。小豆に比べると、そんなに背丈が大きくないです。こんな感じでね、すごく見やすい。大豆はね、こう倒れてたりするわけじゃないので、刈り取る時も特に苦戦せずにまっすぐ走れるんですけど、この大豆がこう表面に少し油分を含んでいるんです。なので土がねくっついてしまうんです。結構小豆の時は刈り取る時こう刃の部分がね結構地面に少しつくくらい、土を少しはけるくらいというか、そのくらい低めに刈っていたんですけど、大豆でそれをやってしまうとこう機械の中にね土が入ってしまって大豆自体がこう黒くなってしまうそうなので、今回はまっすぐ走るのは簡単なんだけど低さの調整を気をつけなければいけないそうです。ということで、収穫機の下についているこれが刃です。この部分が地面に当たらないように気をつけながらやっていきます。コンバインでは2畝ずつ収穫していきます。場所によっては地面が少し傾いていて斜めになってしまうこともあります。そうなると低い方が地面を削ってしまい、土が機械の中に入ってしまうことがあるんです。なので高さが均等になるように操作しながら畝にしっかり合わせて走っていきます。収穫機の中のタンクがいっぱいになったらコンテナに開けます。
初大豆をコンテナに入れました。これまで小豆の赤色しか見てなかったので、この大豆の色がコンテナに入ってるのがなんか不思議です。面白い。夜が遅くなってしまったので、鍛冶職人とお弁当を食べようと思います。彼は結構偏食なんですが、種類が多いから食べられるものがあって助かります。夜ご飯はハンバーグとラザニア、トマトとチーズのハンバーグ、こっちがラザニアです。6時40分、めっちゃ早っ。だいたいいつも7時前くらいに帰ってきて、そこからねご飯を作るってなると8時前とか、早いと7時半とかですかね。なんでめちゃくちゃ早いです。自分で作ると手間がかかる料理もお家で手軽に食べられて、しかも冷凍とは思えない美味しさです。外食するにも買い出しするにも車で20分くらいかかるんですが、お弁当なら冷凍でストックしておけるので、遅くなった日でもすぐにお家でご飯が食べられるのでいいなと思います。よいしょ。ね、お腹いっぱいだね。ごちそうさまでした。食べ終わりました。結構お腹いっぱいになって満足。まだ7時過ぎということで結構余裕がありますが、本当なら食後はね、いろいろ食器があってこれから食器を洗ってっていう感じなんですけど、もうねこういう感じでこれはこのままポイしちゃうので、洗うのはお茶碗と箸くらいですかね。なので洗うものも少なくてめちゃくちゃ楽で、だいたいいつもはこれからちょっと休憩して動画編集したりとか、そういう時間に使っています。今日はねもうすぐ動画を上げたくって、字幕の設定だったりとか終わっていないので、そういうのをまず終わらせて、それからちょっとゆっくりしたりしようかなって思います。去年から SNS や YouTube を始めて、今はその両立がなかなか難しい時期です。やらなきゃいけない農作業もあるし、動画の撮影や編集もしたい。だからこそ自分のやりたいことの時間を作るためにも、ご飯の時間を時短でできるのは本当に助かりました。ほうじ茶味。フィナンシェ大好き。いただきます。お茶だ。糖質。1個あたり糖質 0.5g。カロリー。76.7 カロリー。いつもはだいたいここから1回寝て、でまた編集して、もう1回寝て、朝を迎えます。はい。そんな感じで、今日一日は終わり。これからね、一旦かぼちゃを出荷しに行ってきます。というのもかぼちゃはすごいね量があるので、ちょこちょこ選果を挟みつつ他の作業をしているという感じです。この日は約700箱出荷しました。トラック1台ではとても乗り切らないので、5回くらい往復して出荷しています。今日は何にしようかな。サーモンフライにします。サーモン大好き。500ワットで4分半、600ワットで4分。今日は休憩室を飛び出して、このね、トレーラーで食べようと思います。気分転換。幸せタルタルの国産サーモンフライ。わ、めっちゃ美味しそうなんだけど。タルタルや。でもこれを家でさ、フライしようって思ったら、結構めんどくさいじゃないですか。しかもタルタルでしょ。いただきます。
うん。うん。うん。まだメイン食べてないけど、もう前菜もこの前菜もめちゃくちゃ好み。おいしい。めちゃくちゃ大きくないですか？美味しそうでしょ。いただきます。うん。三つ星ファームは手間なくこだわりの美味しい料理が食べられるから、疲れた仕事終わりにもおすすめです。食べ終わりました。ごちそうさまでした。大豆の収穫もラストスパートです。トラブルもなく 0.7 ヘクタールということで、あっという間に終わりました。あっという間にね、大豆の収穫が終わりました。収穫後を見てみると、これが茎ですね。こんな感じで、数センチ、地面から数センチ開けて刈り取りを行いました。こうしないとね、土が入って大豆にはとても良くないそうなので、このね、調整が結構難しかったですね。ちょっとまだね、収量が良かったのか結果はわからないんですけど、牧草畑の後で堆肥とか入れてないけど頑張ってくれた方なんじゃないかなと思ってます。はい、ということで4トントラックに大豆が入ったコンテナを載せました。結局できたのはこの1機と、あともう1機ですね。半分くらい入ってます。すごい大豆ですね。やっぱり小豆よりは大きめで、これが加工されて、醤油や豆腐になるということです。収穫した大豆を農協へ出荷します。まずはスケールと呼ばれるトラックごと重さを測れる大きな計量機に乗ります。その後コンテナをすべて下ろして、もう一度スケールに乗ることでどれだけ収量があったのかを計算できるようになっています。よし、ということで農場に帰ってきました。今回はね、初めての大豆収穫でした。そしてね、これでなんと全てのね、作物の収穫が終わりました。まだね、今月中はやることがいろいろあると思うんですけど、頑張ります。どうしてもこの時期は夜が遅くなってしまって、7時くらいに終わって、そこから晩ご飯を考えるっていうのが結構大変で、もう外食行ったりとかコンビニで済ましたりっていうこともあるんですけど、そうなると、田舎なんでお店に行くまでも時間がかかるし、値段もそれなりにするし、コンビニだとね、どうしても栄養が偏っているなっていう風に感じるんですよね。なんですけど、今回は三つ星ファームさんのお弁当を食べてみて、まず5分でできるっていうのがすごく楽で、めちゃくちゃ時短なんですね。さらに栄養バランスもしっかりしているので、体に優しいなという風に感じました。ということで、今回はこのね、数ヶ月の繁忙期、どんな生活を送っているのかということについてもお話ししてみました。そしてね、最初の方にもお知らせしたんですけども、今回私が動画内で食べていたお弁当、三つ星ファームさんとコラボセット販売することになりました。ということで改めて、じゃん、こちらです。この中にね、14食お弁当が入っていたんですけども、その私が選んだ14食がそのままセットとなって販売されます。で、今回動画内で食べているお弁当もあるんですけど、動画内に映っていないお弁当もあるかと思うので、改めて紹介したいと思います。濃厚トマトソースとチーズの贅沢ハンバーグ、濃厚トマトチーズソースのカニクリームコロッケ、ナポリの風香るチーズをまとったトマトチキン、プリッと旨味特製エビマヨ、彩り野菜と
スパイシーケイジャンチキン、シャージャン香る特製エビのチリソースに、ネギ塩旨だれチキン竜田揚げ、幸せタルタルの国産サーモンフライ、たっぷりタルタル国産鶏肉のチキン南蛮、香ばし醤油の特製豚肉の生姜焼き、チーズのコク深い鶏と野菜のクリームソースかけ、ナスとほうれい草のこんがりラザニア、あと一口が止まらない牛の旨味チャプチェ、柚子風味ジューシー豚しゃぶ、こちらの14点です。ということで、今回私が選んだ商品が入った14食のセットが、この YouTube 見た方限定で、初回なんと4500円オフとなります。さらにこちら、じゃん。特別にね、フィナンシェをつけていただきました。こちらは、夜更かしフィナンシェほうじ茶味です。こちらが3つセットに入ってきます。こちらの商品は2週間限定で11月の10日12時には終了になります。なのでこの機会にぜひお得に試してみてください。そしてこちらの購入方法について軽くね説明させてください。概要欄にある URL から進んでいただいて、こうね下の方にスクロールしていくと初回14食セットを申し込むっていうボタンがあるので、ここをね、押していただくと進むことができます。しかも、三つ星ファームさんのサービス自体がすごく使いやすくて、まずお届け日時だったり、配送頻度を、変更することが可能です。もう一度に届く量だったり、メニュー内容もね、変更することができるので、自分のペースで、注文することができます。そしてメニューは100種類以上。ね、今回のお弁当だけではなくね、パンだったりスイーツなんかもあります。もちろんね、年会費だったり、解約金、入会金っていうのは一切かかりません。なので、こういったね、お弁当気になるなっていう方は、ぜひね、一度試してみるのもいいかなと思います。私自身、この北海道で農業をしていると、もう冬と夏ですごく極端で、冬はめちゃくちゃ暇だけど、夏はね、植え付けから収穫まで結構バタバタして忙しい時期が続くので、配送頻度とかを変更できるのはすごくありがたいなっていう風に感じます。作業終わって疲れたなっていう時でも負担なく食べられるのがすごくね、ありがたかったです。私は結構家に帰って晩ご飯が終わったら編集作業をしたりっていうね、感じなので、晩ご飯もパッとね、済ますことができるし、もちろんね、洗い物も全然ないし、すごく助かりました。なので、もう忙しいね、サラリーマンや OL さんの方だったりとか、子育てしてる方とか、私のようにね、さっと食べて、他にもしたいことがあるなんて人にもね、すごくおすすめです。それに限らず、今日は楽したいなっていう気持ちの日が、皆さんあると思うんですけど、そういった時にね、時間もかからないし、お金もかからないしっていう面で、この三つ星ファームさんのお弁当はね、すごくいいなって思います。ということで、三つ星ファームさんとのコラボセットのお知らせでした。ぜひね、概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。